皆様ごきげんよう、宮豆さんです。本日は巨大潜水艦 E400 からお送りしております。E400 といえば航空機を搭載している潜水空母として有名ですよね。今回の動画では E400 はどうやって航空機を搭載していたのか、そしてどのように発艦させたのか、最新の 3DCG で詳しく検証していきますので、最後までのお付き合いをよろしくお願いいたします。E400 に搭載されていたのは水蒸気のセーラン。ただセーランは通常の水蒸気でなく特殊攻撃機と分類されていました。性能もさることながら、その最大の特徴は魚雷も搭載できるということ。水蒸気とは思えない重武装ぶりですけれども、その代償としてセーランはかなりでかい。重量もありましたし、全幅は12メートルもありました。しかも E400 の格納塔で使える幅はわずか4メートル。この空間にどうやって収納するのでしょうか。それでは実際に格納手順を見てまいりましょう。まずはセーラーの後方にある水平尾翼、そして垂直尾翼を折りたたみます。次に主翼を90度回転させて後ろに折りたたんでしまいます。あとは機銃を使っていらっしゃいませって感じですね。ハッチもしっかり閉めましょう。セーランは他の航空機とは異なり、胴体と翼の付け根部分から折りたためるという構造をしており、この特性を生かせば、なんと格納塔に3機も搭載することができました。この収納力、なんか日本人の得意分野っぽいですよね。それでは発艦の場合はどうなるのでしょうか。基本的には同じになりますが、まずは主翼を90度回転して展開していきます。次に垂直尾翼、水平尾翼を伸ばしていくという手順になります。ただセーランが帰還する際には当然フロートが必要。このフロートは格納塔の近くにあるハッチを開けてヌポッと取り出して、そのまま両翼にフロートを取り付けてしまいます。最後にエンジンを回して、カタパルトでセーランを射出いたします。なお、E400 の左舷にはクレーンが収納されており、これで帰還したセーランを回収するという仕組みになっておりました。おまんじゅうたち、早く2機目を発進するんだ。遅いですね。画期的だと思われた E400 のセーラン運用方法、致命的な問題が一つありました。それは発艦に時間がかかりすぎるという問題です。実は当初、3機のセーランの発進に半日も時間がかかってしまったと証言されているんです。理由はセーラン専門の整備員を潜水艦にあまり乗せられなかったからになります。いくら巨大潜水艦とはいえ、E400 の乗員の定数は150名程度、セーラン専門の整備員はそう多くは乗せられません。したがってセーランの組み立ては素人同然の E400 の乗員が担う必要があったのです。ただこの問題には解決策が存在していました。それはひたすら努力をすることにあります。とにかく猛訓練を重ねることによって1機目と2機目のセーランは当初の計画通りそれぞれ5分もかからないうちに射出できるようになっていきます。ただ E400 には使用的にどうしても実現することが難しい問題点も存在していました。それは E400 に搭載された3番目のセーラン。実は E400 の当初の搭載機数は2機。しかしこれでは攻撃力が不足であったため、途中で設計を変更して3機搭載としたのです。ただこの影響によって3番機については効率的に射出することが難しく、計画時でも射出準備に15分程度はかかると考えられていました。そして、この問題にも一応の解決方法が存在していました。それはひたすら猛訓練を重ねることにあります。やはり日本人は現場の力で無理を何とかしてしまうのか、なんとついに3機のセーランを10分以内に射出することができるようになってしまったのです。高い造船技術が注目されがちの E400。しかしその裏では乗員たちによる血の滲むような努力の存在も忘れてはなりません。今回は軽く触れておくだけにしておきますけれども、次は E400 の建造経緯についても紹介いたします。敵艦隊を奇襲することに向いていそうな E400。しかしこの潜水艦が誕生した理由は全く別のところに存在していたのです。1942年1月、連合艦隊司令長官山本五十六大将が一つの構想を示しました。潜水艦に攻撃機を搭載し、アメリカ本土を爆撃するというものです。たとえ少数の機体であっても、本土を爆撃されたとなれば、
米国民の戦意を削ることができると山本長官は考えたとされています。この構想を実現するために設計されたのが E400 型潜水艦、後に潜水空母と呼ばれる艦です。ミッドウェー海戦後に策定された海丸5計画において、その建造数は合計18隻と定められました。搭載機は1隻あたり精卵2機、18隻が揃えば36機の攻撃機をアメリカ本土の沖合へ運べる計算になります。こうして計画は動き出し、1943年1月18日、一番艦である E400 が呉海軍工廠で寄港されます。ところが、それからわずか3ヶ月後、1943年4月18日、山本長官が前線視察の途上で戦死します。この構想を最も強く後押ししていた人物が、計画の途上で失われてしまうのです。さらに通常型潜水艦の建造を優先するという判断から、潜徳型 E400 型の建造数は5隻にまで縮小されます。同時に搭載機を2機から3機へ増やすよう設計を変更したのもこの時期です。艦の数が減るなら1隻あたりの打撃力を増やすしか方法はなかったのです。一方その頃攻撃目標にも見直しが入ります。新たに立案されたのがパナマ運河への攻撃です。当時の日本はアメリカの物量に圧倒されつつあり、パナマ運河に打撃を与え、東海岸から太平洋へ向かう補給の流れを遮断できないか、と考えたのです。しかしこの計画もまた、戦況の悪化によって断念されることになります。そして1944年12月30日、攻撃目標も完全に定まらないまま、E400 は竣工を迎えることになります。そして、訓練などの戦力化を終え、最終的に任務が決まったのは、1945年6月のことです。目標は、アメリカ艦隊の一大拠点となっていた漆、白地、作戦名は嵐作戦で、青蘭による特攻作戦となる予定でした。1945年7月下旬、E400 と両艦の E401 は出撃します。攻撃予定日は8月17日と予定されましたが、折しも2日前に終戦を迎え、攻撃命令は中止となります。こうして2隻は内地へ帰投することになりますが、その途上でアメリカ艦艇に捕捉されてしまうと降伏することになりました。その後、2隻はハワイへ開港されると、E401 は1946年5月31日、E400 は1946年6月4日に処分されてしまいました。残る E400 にも同年4月に五島列島沖で処分となってしまいます。こうして E400 型潜水艦は活躍を果たせず、その姿を消すことになってしまったのです。以上のように E400 は無理難題を解決した技術陣と乗員たちに比べますと、戦争中にも戦術目標の変更が行われておりまして、また米本土を爆撃したとしても、それってむしろ米国民の戦意を高めてしまうような気もいたしますし、何か良くも悪くも日本的な艦と言えるかもしれませんね。E400 の全体の解説動画はまた別の機会にしっかり特集いたしますので、皆さんが取り上げてほしいエピソードや知っている情報などがございましたら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで短めでありましたけれども、本日の動画は以上となります。こういった分野に興味がございます方は、我がチャンネルの登録も何卒よろしくお願いいたします。そして、宮部さんの帝国立体の書籍であります、大日本帝国海軍の戦艦3立艦も引き続きましてよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよなら、バイバイ。お手紙いただきありがとうございました。頑張ります。